皆様こんばんは、腹ペコソウルです。今夜も幸せ解体新書ラジオのお時間です。沖縄はすっかり暖かくなってきましたが、ちょっと雨の日が多く、そろそろ梅雨入りかななんて感じがします。先日フラッと入ったカフェでのことなんですけどね、店員さんがちょっとイライラしているというか、お釣りを渡す時も目線を合わせずそっけなくて、私もね、一瞬、私なんか失礼なことしたかななんて心がチクッとしたんですよね。でもお店を出て深呼吸した後、もしかしたらこの人も何か重いものを抱えているのかもしれないなって思い直しまして。さて、そんなところで今夜のテーマです。幸せの方程式コネクション。正しさで裁く前に想像力を一枚挟む。いつも不機嫌な店員さんとか理不尽な理由で起こる職場のあの人、私たちそういう態度に触れると反射的になんでそんな態度なんだろう、ちょっときついなーって自分の正しさで相手を裁いてイライラしちゃいますよね。でもね、その人はただ機嫌の悪いだけなのかもしれない。でももしかしたら眠れない夜を何日も過ごしているのかもしれない。誰にも言えない不安や体の痛みを抱えて立っているのかもしれない。私たちって自分が背負っている荷物の重さには敏感なのに、他人が背負っている見えない荷物には本当に気づけないんですよね。つい見えた態度や表面的な言葉だけで人を判断してしまいます。ちゃんとしているか、失礼じゃないか、正しいかどうかって。でもその正しさって時にすごく残酷なんです。私去年発表した清この夜のゴシックヒムメタルアレンジでもまさにその息苦しさをこんな風に歌いました。ちょっとだけ聞いてみてください。フローズンシティの片隅震えるサイレンス、見上げた空には希望の星も見えない。記憶あれなんて守れない色、仮面の下腐り落ちてゆく My dirty face、 積み上げたカーマを伴こういう感じなんです。他人に正しくあれと求めてイライラしてしまう時って、実は私たち自身も常に正しくあらねばならないっていうルールに縛られて息苦しくなっているんですよね。平気なふりをして立派な仮面をかぶっていても、その下には誰だって不器用で傷ついた素顔がある。本当はみんなそれぞれ限界の中で生きているんです。イエスさんはそんな私たちの仮面の下の痛みを見てこう言いました。また群衆を見て深く哀れまれた。羊飼いのいない羊の群れのように疲れ果てて打ちひしめされていたからである。マタイの福音書9章36節。これね、安全な場所から上から目線でかわいそうにって同情する話じゃないんですよ。ギリシャ語でスプランクニゾマイという言葉で、内臓が揺さぶられるほど深く哀れまれたという意味なんです。それくらいイエスさんは人の痛みを他人事として見なかったということなんです。イエス様は表面的な態度や間違った行動だけを見て人を裁くことはしませんでした。立派な人だけが入れる宮殿の上から見下ろすんじゃなくて、自ら解剖家へ降りてきてくれた。解剖家って現代で言えば、仕事でミスをして落ち込んでいる帰り道の電車の中だったり、誰にも言えなくて一人で泣いている夜のベッドだったりするわけです。イエス様は立派さや功績で人を分けるんじゃなくて、そういう一番泥まみれで弱っている場所にまで来てくださる愛だということなんですよね。心理学的に見ても、私たちは傷ついた時、自分を守るために怒りに寄りかかってしまうことがあります。相手を悪者見している方が自分の痛みを見なくて済むこともあるんですよね。でも強い怒りは相手の立場を想像する力を狭めやすいと言われています。だからこそ、この人にも見えない事情があるかもしれないなって一度立ち止まることは、ただ相手を許すためだけじゃなく、正しさでガチガチになった
自分の心を守って解放することにもつながるんです。ベトナムの禅僧で平和運動家でもあったティク・ナット・ハンはこんな言葉を残しています。理解することは愛のもう一つの名前です。理解できなければ本当には愛せない。すごい言葉ですよね。愛は感情だけじゃない。理解しようとする姿勢そのものなんだということです。愛って自分を犠牲にして無理にニコニコしたり嫌な人を好きになろうとするようなそんな重たいノルマじゃないんです。相手も自分と同じように不器用で見えない痛みを抱えているのかもしれないなってほんの少し想像力を働かせること。わからないけれど何かあるのかもしれないって心の扉を1ミリだけ開けておくこと。それも立派な愛の形なんですよ。だからね、今日の小さな実践です。今日誰かの理不尽の態度にイラッとしたらすぐに自分の正しさで裁かない。その前に想像力を1枚だけ挟んでみる。ああ、もしかしたらこの人も今日はしんどい一日だったのかもしれないなって。それだけで十分です。この時間が少しでも心に残ったなと思っていただけたら、チャンネル登録と高評価で応援していただけると嬉しいです。皆さんが感じたこと、考えたこと、ぜひコメント欄で教えてくださいね。どんな言葉でもちゃんと読んでますよ。それでは、今夜、自分自身の不完全さに苦しんでいるあなたへ、そして誰かへの怒りで心が休まらないあなたへ。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人です。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためです。マルコの福音書2章17節。想像力という一枚の余白があなたの心を静かな平安で守ってくれますように。おやすみなさい。いい夢を。